はい、皆さん、こんにちは。今日はね、いい天気です。今、午後のね、だいたい1時ぐらいですね。午前中がね、雪降っててね、真っ白だったんですが、今ね、気温がね、だんだん上がってきて、もうほとんどね、溶けました。はい、こんな感じです。なかなかね、山の作業もね、進まないんですが、今日もね、ちょっともうぬかるんでますんで、外での作業はね、ちょっとできないです。今日はね、ちょっと新しいものをね、ご紹介したいと思います。で、今回ご紹介するのはね、はい、こちらです。なんとね、来ましたよ。はい。見てる方はね、わかる方いると思うんですが、スズキットの溶接機、こちらをね、ご提供いただきました。ありがとうございます。で、スター電気製造株式会社様の方で、今回ね、送っていただいたのは、このバディ140っていうね、ノンガスの半自動溶接機になります。ノンガスです。ガスボンベとかね、いらないタイプの、ノンガスの半自動溶接機になります。で、DC140 っていうことで、140って何かというと、あと DC80 っていうのもあるんですが、DC140 は 100V、200V 兼用タイプになります。なので、200V で使った時はね、最高で 4.5mm 圧までね、一度で溶接できるという、パワーのある方のね、溶接機になります。他にもね、たくさんラインナップされてて、私もね、実は自宅にね、200V の半自動溶接機、ガス使うタイプなんですけどね、そちら持ってます。で、今回ね、ちょっと山用に使いたいということで、バディのノンガスの方でね、ご提供いただきました。これね、待ってました。溶接機ね、私のこの山の作業をする際に、溶接機があるとね、大変便利です。結構ね、ちょこちょこ溶接したいときは、家に持ち帰ってね、溶接して作ってきたりとかしてたんですが、今回ね、スター電気製造株式会社さんの方から、こちらの方、スズキット溶接機ご提供いただきましたので、これからはね、これを使っていろんな作業をね、していきたいと思います。じゃあまずね、今回ご提供いただいたもの結構ありますんで、こちらの方ね、開けていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。結構ね、盛りだくさんいただきました。で、今回ね、スズキットのね、溶接機ご提供いただくにあたりまして、この周辺のね、部品の方も一緒にご提供いただきました。ありがとうございます。いや、スズキットはね、スター電気製造株式会社さんという会社なんですが、これ日本の会社です。もちろんね、日本メーカーさんの会社です。純粋なね、日本のメーカーとしてご提供いただいたのはね、こちらでしょうかね。はい。はい。で、こちらね、スター電気製造株式会社、今回スポンサーとしてご提供いただきましたので、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。で、こちらね、バディ140ということで、今回ね、ちょっと私の方からリクエストして、このカモフラバージョン、これをね、ご提供いただきました。で、通常はね、黄色いタイプのスズキットのね、黄色いタイプになります。スズキットっていうとね、大体の皆さんね、溶接機わかると思います。あと、ホームセンターとかにもね、大体がスズキット製置いてありますんで、今回のこちら、バディに関しては、オンライン専用の商品となります。あと、こちら。このリベロっていうのが、これ、溶接面ね、自動の遮光溶接面となります。これもね、オンライン限定の商品となっておりますので、普通に店では買えないんですけどね、オンラインで購入が可能です。で、バディ140、こちらの方ね、ちょっと見ていきます。とてもね、軽量です。軽い。で、このショルダーのね、ベルトもついてきてますんで、これをつけると肩にかけてね、バッグのように持ち運ぶことができます。で、こちらね、電圧調整、あと電流調整ということで、電圧は強さかな。電流はちょっと使ってみないとわかんないですが、おそらくワイヤースピードかな、かなと思います。で、あと前面から出てるこれアースクリップね。溶接物にアースするためのクリップと、これがね、ノンガスの、ノズル、トーチになります。はい。こんな感じでね、先端からワイヤーが出てきますんで、それで溶接が可能です。はい。じゃあ、後ろの方ね、見ていきます。はい。じゃあね、裏面はこちら。はい。電源スイッチ。これだけですね。
あとはこの変換のね、アース付き端子からアースなしにね、変換する 100V のコンセント。で、今回は 200V 兼用ということで、この 200V コンセント、これがね、付属してきてます。通常は 100V で使用できるんですが、200V 使いたいっていう場合は、これを付け替えるんですね、コンセントをね。そうすると 200V 仕様に勝手に切り替わります。自動でね、切り替わります。はい。で、今回は 200V 使います。で、先ほどね、分電盤の方から、200V 引っ張りましたので、そちらの方をね、使ってやっていきたいと思います。で、100V と 200V のね、違いの方を簡単にご説明します。はい。じゃあね、ここにある通りね、100V、あと 200V、単素ですね。単素 200V。で、違いはね、まず、アンペア数が違います。マックス出力電流、100V の場合は 80A まで。で、200V はね、140A までということで、全然ね、強さが違います。はい。で、どれぐらいのね、溶接ができるかというと、はい。こちらにね、表が載ってます。簡単に見ていきます。まず 100V。まあこれ 200V なんですけど、100V の、ね、ノンガスワイヤー、軟鋼ですね。通常、まあ軟鋼溶接しますんで、軟鋼の場合、マックスでね、はい、4mm となってます。で、上のこのグレーの部分、これはね、通常の 100V15A のコンセント、家庭用コンセントに挿した場合は、3mm までとなってます。で、この 4mm 何かというと、これですね。白色の部分。100V30A 以上、もしくは 200V30A 以上のブレーカーへ接続した場合。なので、まあ、ここら辺に来ると 100V でも 30A 使うということで、通常のね、15A 家庭用コンセントではちょっと厳しいというふうになります。ので、その場合はね、ブレーカーから直接引っ張ったりとかね、そういったやり方が必要になります。まあ、通常ね、3mm までできれば、まあ、自分で溶接する場合はね、十分かなとは思います。で、これが 200V になるとどうなるかというと、これです。ノンガスワイヤー軟鋼 200V で、4.5mm までできます。で、これもね、200V30A 以上のブレーカーをつないでくださいというふうになってますので、200V でつなぐと、4.5 となります。で、今回ちょっとね、鈴木人様の担当の方にね、ご相談しまして、新しくね、配線を引っ張ったんですが、今回は 200V20A ブレーカー、これを使いました。で、配線はね、通常は 3.5 付けでいいんですが、これね、3.5 付け以上で10メートルまでというふうになってるんですが、今回ね、私ちょうど余ってたので、5.5 付け使いました。まあ、十分なね、許容電流が流せます。はい。で、200V のね、配線の方は、5.5 付けで、10メーター以上あるんですけどね、それをつなぎました。で、ブレーカーはね、200V20A のブレーカーを新設して付けましたのでね、そちらでまあどんな感じかね、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、接続の仕方載ってますんでね、今回これで、単素 200V、これをね、200V 専用ブレーカーをつけて、20A のね、ブレーカーで直接引っ張ってます。はい。じゃあそんな感じでね、ここにね、3.5 付け以上というふうになってますんで、まあ 5.5 であれば十分というふうになります。はい。それじゃあね、他のちょっと付属品の方見ていきます。で、これがね、一緒に同梱されてるんですが、これちょっとね、何に使うんだろう。ノズルチップとかかな、おそらく。今回もね、予備の、チップね、これご提供いただいてますんで、こういったものを入れるものかなと思います。はい。で、オプション品としてご提供いただいたのがこれ。はい。テーパーノズル。これですね。通常の溶接機だとこれが、まあ、標準でついてますね。はい。で、このバディに関しては、先端がね、細いタイプ。なので、こうなってますけれども、これをつけることによってここをカバーすることができると。まあ、後でね、ちょっと実際使いますけども、こんな感じになってます。で、通常、標準仕様はね、ここ、ノズルがね、むき出しになってます。のでね、ちょっと狭いとこやるときはね、バチッといって危ないかもしれないですね。なので、まあ、こういったものね、あると便利かもしれないです。これはね、オプション品になります。あとはね、フラックスワイヤー。で、フラックスワイヤーの方はノンガス専用ワイヤーになっておりますんで、0.8mm、今回ご提供いただきました。で、鈴キットのね、今回のバディ
140。これはね、このノンガスワイヤー、これをね、使いますんで、これもね、ステンレス製と、軟鋼用で2つありますんで、今回はね、軟鋼用で付けたいと思います。はい。250メーター巻きですね。あとはね、これ。スパブロック。で、これね、スパッタがね、ノンガスですとスパッタが出ますんで、それの付着防止帯ということで、このエアゾールタイプ、ね、これをご提供いただきました。はい。で、これをね、さっと塗っておくと、スパッタがね、付着しにくいというものになるみたいです。ちょっとこれ私は使ったことないです。はい。で、あとはね、これね、ちょっとね、買おうか迷ってたんですが、これですよ。革手袋ね。溶接用手袋。で、これもね、なんか評判がね、ものすごいんですよ。鈴木ットさんのね、この、裏出し手袋ということで、通常表面にね、つるっとした方の革が来るんですが、これをね、裏側の、ひっくり返してね、使ってるということで、あ、すげえ。つかめちゃくちゃ薄い。何これ。薄くてね、とても使いやすそう。私自宅で使ってる革手袋いきなりごつくて結構ね細かい作業苦手なんですが、これはねすごいしなやかです。めちゃくちゃ使いそう。でここねちゃんとアームのカバーまで来てますんで、はい、こんな感じでね、これおすすめ。めちゃくちゃ使いやすそうで柔らかいです。はい、これいいですね。これもご提供いただきました。あとはね、なんといってもこれですよね。はい。じゃじゃーんと。はい。リベロです。リベロの溶接自動遮光面ということで、これね、何かというと、これがないとまず溶接できないんですが、通常はね、手持ちの、こうやってね、持つタイプの溶接面とかあるんですが、今はね、大体こういうものを使う方が増えてますね。私も自宅で使ってます。で、これね、頭につけて、で、ここの部分から覗きます。溶接した瞬間にここが真っ暗に切り替わるんですよ。で、そうすると、溶接中も見れる。で、溶接しないときはね、こう、母材をね、こう、合わせたりとか、このトーチのね、場所を調整したりとかっていうのがね、見えますんで、これがね、とてもいいんです。はい。リベロいただきました。じゃあ今回はね、これを使ってね、ちょっと試しに溶接の方してみたいと思います。じゃあね、ちょっとコンセントの方と、あとワイヤーの方ね、準備していきたいと思います。ワイヤーの方をね、セットしていきたいと思います。で、今回ね、ちょっとここに電源がないので、ワイヤーのセットだけね、ポータブル電源を使ってちょっとセットしていきたいと思います。はい、じゃあね、ワイヤーのセットはね、至って簡単なのでね、ただ注意点だけありますんでね、ちょっとそこ説明していきます。はい、じゃあワイヤーのセットなんですが、まずにね、このガイドローラー、このガイドローラーっていうのがありまして、これが入ってます。で、これにね、溝が掘られてて、ここをね、ワイヤーが通ります。で、今回はね、0.8 ミリなので、この 0.8 っていう方を使います。で、ワイヤーがね、0.8 ミリです。で、裏面がね、0.9 ってなってますんで、0.9 ミリのワイヤーを使うときは、これが、上に来るようにします。今回 0.8 なのでね、0.8 を上向きにします。はい、じゃあこれをセットして、はい、これで OK ですね。で、入れるときはね、向きに注意します。で、ワイヤーがね、手前をこう通るようにね、入れますんで、ワイヤー今ここに引っかかってますんでね、こんな感じで入れます。はい。で、セットして、バネを入れて、上のナットを締めます。はい、こんな感じですね。で、ネジとナットはね、こんな感じ、つらい位置まで締めます。という風にね、ここまで、ここにね、乗っておりますんで、同じ高さになるようにセットします。で、こっからがね、ちょっと難しいんですが、失敗するとちょっとめんどくさいんですね。で、これをね、押さえておきます。で、ワイヤーを出して、はい、ワイヤーを出します。で、先端をね、ペンチで切ります。この時はワイヤーをね、必ず手で押さえて切ります。はい。これね、ワイヤーから手離しちゃうと、このワイヤーがね、ばらけてしまいますんで、そこだけね、注意してください。ばらけるとね、ちょっと元に戻せませんので、はい。で、これをね、この筒の中に入れます。
はい、そうするとね、こんな感じでワイヤー出ますんで、これもね、また筒の中に入れてやります。はい、こんな感じでね、入りました。はい、そしたらね、これ、ローラーを閉めて、で、これもね、ちょっと一回緩めてね、ここからちょんと入れます。で、あとね、だいたい適度な感じになるようにここを閉めます。はい、これでね、ちょっとここの挟み具合を調整しますね。で、これでセットは以上です。はい、そしたらね、電源を入れます。はい。で、このトーチをね、握ります。はい、で、トーチを握ると、ワイヤーがね、回りますんで、こうやってね。はい、これでね、送球します。はい、出ました。はい、じゃあこうなるとね、ワイヤーが出ましたんで、このね、中にね、全部ワイヤーが通りました。これでね、セットは完了です。で、今ね、試しにやってみたんですが、やはりね、この電流調整、これはね、ワイヤーの送球スピードです。で、これが電圧なので、これ強さですね。これさえ覚えておけば、そんなにね、難しくはないと思います。じゃあ実際にね、ちょっとね、ひとまず 100V を使って、溶接の方ね、やっていきたいと思います。はい、じゃあね、今回はね、ちょっとスペシャルな配線を用意しました。で、これね、はい、これ 200V、あとこれ 100V ね、この1本の線で取ってます。で、これね、防水用のコンセントじゃないんですけど、これ溶接するときだけね、こっから、プレハブのね、窓からこうやって出してます。で、通常はね、プレハブの中にしまいますんで、溶接とかね、200V 使うときだけこうやって出すようにしました。で、これでね、1本で 100V と 200V が取れるように設定しました。で、これもね、全部ブレーカーを通してありますんで、一応安全にね、配線は作ってあります。じゃあまずね、比較対象としまして、ひとまず 100V ね、通常の 100V、これで溶接してみたいと思います。はい、じゃあね、今準備できましたので、まず 100V ね、やっていきます。で、ちょっとテストピース用意しましたので、これでやります。で、これがね、はい、2.6 ミリ、2.7 かな、ミリ圧という風になってます。のでね、100V で十分できますんで、これをね、試しにつけてみたいと思います。はい、じゃあ今ね、リベロの遮光面の方もね、セットしました。これね、乾電池一つ入れてね、あとこのベルトの調整だけね、すれば終わりです。でこんな感じでね、見えます。見えるかな？こんな感じでね、見えます。はい。めちゃくちゃね、透き通ってて見やすいです。で、これを溶接すると、勝手に遮光されて真っ暗になります。じゃあちょっとね、試しに溶接してみます。はい、ちょっとね、久しぶりにやったから下手くそなんだけど、こんな感じでできます。見えますかね？はい、こんな感じです。十分ね、溶け込んでます。もうちょっと電圧高くてもいいかもね。はい、こんな感じです。で、見ての通り若干ですが、スパッタがこのポツポツってね、見えますかね？スパッタが飛んでます。ロンガスなので仕方ないんですが、ただこのバディはね、めちゃくちゃやりやすくてスパッタが少ないです。前ね、ちょっと違うメーカーのね、半自動溶接機、ノンガス使ってたことあるんですが、これよりね、めちゃくちゃ飛んでました。これはね、めちゃくちゃ綺麗な方です。
で、スパッタはね、マイナスドライバーとかでこう、やればね、削ればすぐ取れるんですが、次にね、ちょっとスパッタの付着防止剤ね、スパブロックを使って、ちょっとこっちの方ね、やってみたいと思います。どれぐらい変わるのかね、見てみたいと思います。はい、ちょっとね、見てわかると思うんですが、ちょっとね、先が開いちゃったので、溶接がね、ちょっと難しくなりました。で、スパッタの状態はね、こんな感じ。ちょっとさっきよりね、電圧強くしちゃったから、あんまり変わんないかな。うん。で、溶け込み、裏はね、こんな感じです。ちょっとね、広がってきちゃいましたね。はい。ちょっと違うテストピース使ってみます。はい、じゃあね、今度3ミリですね。3ミリの板厚、これをね、ちょっと試しにやってみます。はい、もうこの時点でね、スパッタほとんど付着してないです。ちょっとね、あまりうまくないんだけど、こんな感じです。で、スパッタはね、ちょこっとあるかな。けど、このままでも仕上がるくらいのスパッタですね。はい、めちゃくちゃ熱いんだけど、今こんな感じです。はい、溶け込みもめちゃくちゃ綺麗で、何よりもね、スムーズでね、やりやすいですね、アークが。これはちょっと最近の100ボルトはね、十分です。裏まで熱入ってます。こんな感じでね。これ十分ですね。はい、じゃあ次ね、200ボルトで試しにやってみます。はい、じゃあこのね、付属してきた200ボルト、20アンペアのね、コンセント、これにね、つなぎ替えました。ただね、ボルト外してつけるだけなのでね、簡単です。これちゃんとね、付属してきますんで、これだけで出来上がりです。で、コンセント管をね、これと同じプラグにしてあげれば、200ボルトね、もうすぐ使えるようになります。はい、じゃあ次ね、200ボルトで、さっきのね、この反対側ね、こっちをね、溶接してみたいと思います。はい、こんな感じです。カメラでわかるかな、音とね、強さが全然違います。200ボルト。裏はね、これ、100ボルト。今回200ボルト。ただ200ボルトをやる必要性がないんですね。この板は薄いので。なので、次ちょっとね、3.2 ミリ圧でやってみます。ちょっと廃材なんだけど、これ3.2 ミリ圧の、鉄パイプ、
角パイプですね。これに、先ほどのこの3ミリ、これをね、ちょっと溶接してみたいと思います。これだったらね、十分溶け込むんじゃないでしょうかね。試しにやってみます。はい、こんな感じです。十分溶け込みます。わかりますかね。ちょっと私もあまり溶接うまくないんで、アーク溶接の資格はちゃんと持ってますし、自分でね、半自動溶接自宅にもあるんですが、ちょっとね、多分1年ぐらいやってないですので、ちょっと汚いんだけど、こんな感じで十分溶け込みます。めちゃくちゃ強いです。溶け込み方がね、半端ない。でも結構そこそこ綺麗なんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じで、はい、もう取れないです。絶対取れない。余裕です。はい、じゃあ次にね、この溶接面のね、どんな感じで見えるかやってみます。ちょっとね、木の上で本当はダメなんだけど、今日だけちょっとね、木の上でやります。台がなかったので。はい、わかりましたかね。あんまりちょっと近寄れないんで、ちょっと見にくいんだけど、今やったのはここね。はい、こんな感じです。ちょっとね、カメラだと分かりにくいんですが、めちゃくちゃクリアに見えます。はい、これとてもね、やりやすいですね、このセットで。そしたらね、これだけで終わるのもなんなので、ちょっとね、工作をしていきたいと思いますので、その様子をね、ちょっと見ていただければと思います。
はい。それじゃあね、今作り終わりました。結構ね、時間かかりましたけども、見ての通りね、これです。作ってたのはね、鉄筋を使って、ロストル、これを作ってました。はい。こんな感じです。前回ね、10ミリの鉄筋で作ったので、こんな感じでね、もうすぐボロボロになってしまいます。もうこれね、壊れちゃったんですけども、今回ちょっとね、作り方を変えました。で、これはね、10ミリ、10ミリの鉄筋なんですが、今回はね、13ミリの鉄筋を使ってやってみました。かなりね、頑丈です。はい、こんな感じで、かなり頑丈です。足もね、別にこんな感じで、くっつけました。はい。これはね、まずね、あんまり壊れることはないかなと思います。で、それに合わせてですね、あと、この灰かき用の棒ね、これも作りました。先端にね、アングル、これをね、溶接して作りました。前もね、同じの作りました。前回はね、10ミリの鉄筋で作りましたが、今回の13ミリ。でもね、ちょっと重いかな。使えないことはないですが、こうやってね、灰が溜まったやつをね、かき出すやつです。で、一応ね、鉄筋に関しては13ミリなので、溶接の、許容範囲外になるんですが、一応こんな感じでね、十分溶け込んで溶接ができます。はい。こんな感じですね。で、持つ部分もね、一応こんな感じで、鉄筋溶接してみました。はい、こんな感じですね。十分ね、強度はもう十分すぎるぐらいあります。はい、こんな感じでね、新しくね、ドラム缶の、ストーブ、焼却炉、こちらをね、作りました。これね、3作目になります。で、2作目はね、向こうにあります。これね、今回3作目。1作目はね、もうちょっと腐ってきたので、いろいろね、扉つけたりとか、上も煙突つけてね、開くようにしたりしたんですが、あんまりね、複雑にしちゃうと壊れやすくなりますんで、もうね、シンプルに今はこんな感じで作ってます。で、蓋はね、こんな感じ、くり抜いて、で、使わないときはね、こうやって、蓋ができるようにね、作ってあります。はい、こんな感じですね。はい。今日はね、ちょっと溶接機を使って、こんな感じで作ってみました。はい、いかがだったでしょうか。一応ね、今回鈴木ヒット様からご提供いただいたこのバディのね、140、あとリベロ、このね、自動車光面、これを使ってね、作ってみました。で、途中からね、ノズル、このオプション品のね、ノズル使ってみたんですが、これに関してはね、どうかな。好みがあると思います。私はね、実際こっちでもいいかなと思うんですが、こっちの方がね、先端がね、カバーされるので、中がこう、汚れにくくなるっていうかね、スパッタとかつきにくくなるとは思うんですが、こっちの方が先端は見やすいです。はい。そこはね、ちょっと好みがあると思います。あとね、おすすめはこの手袋。とてもしなやかで使いやすかったです。はい。じゃあ今日はね、こんな感じで、鈴木ヒットのね、バディ140をね、使ってみたということでやってみました。また次回以降もね、溶接作業が結構出てくると思いますんで、その時にね、この溶接機を使っていろいろとね、作っていきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。